ティモ・ボル選手はサウスポーですが、現在の米国、イスラエル対イランの大規模軍事衝突中における AI リソース制限下では、サウスポーであることを AI に理解させることが困難な状況にあります。この動画におけるティモ・ボル選手は基本右手にラケットを持った状態で登場します。大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。卓球界で生ける伝説と称されるドイツの至宝ティモ・ボル選手の25年にわたる歩みを記録した深い洞察に満ちた独自分析レポートを読み解いていきましょう。このレポートはボルの真実を解き明かすために作成された極めて専門的な内容です。よろしくみさき。このボルの奇跡と現代卓球への深淵なる洞察というタイトルは単なる成功記録じゃないことを物語っているね。中国という巨大なパワーの壁に対してヨーロッパの知性がいかにして対抗し尊敬と愛を勝ち取ることができるかを示す壮大な物語なんだよ。1981年に生まれ2024年のパリ五輪での引退、そして2025年の現役完全引退まで彼は四半世紀もの間世界のトップランカーであり続けました。レポートがまず注目しているのはその継続の質と彼が希代のサウスポーであることを単なる特徴ではなく戦術の核に据えていたという点です。世界卓球 WTT の公式プロフィールでも詳しく分析されているけど、ボルはその特性を冷徹なまでに論理的な武器として機能させてきたんだよね。左利きがいかにして右利き優位の卓球界で非対称な有利を生み出すのか、そのロジックを解明するのが本レポートの大きな柱になっている。ボル選手のスタイルは単に速いとか強いとかいう言葉では捉えきれません。一打に込められた知性が卓球をどのように再定義したのか、次のパートでも引き続きサマリーの後半として技術的な真実の全体像をさらっていきましょう。サマリーの続きだけど、レポートが提示する最も重要な視点はカタログスペックでは語らない技術体系にあるね。メーカーや一般の指導者が語る定説を覆す発見が詰まっているんだ。はい。ボルのプレーは独自分析レポートによれば独自の圧転技術やバイノメカニクスに基づいた論理的な裏付けがあるんです。道具の性能に依存する現代卓球へのアンチテーゼとして身体の微細なコントロール、特に指の感覚がいかに勝敗を決めるかを提示しています。オリンピック公式サイトの特集記事でもなぜボルが37歳で世界ランク1位に返り咲くという奇跡を起こせたのかが語られている。その裏には徹底した自己改革と知的な適応能力があったんだよね。彼は昨日までの自分を否定し、今日の環境に合わせ続けることを25年間繰り返してきた。また、技術だけでなく誠実さという最強の戦略についてもレポートは鋭く切り込んでいます。勝利よりも大切なものを選んだあの日、上海でのエピソードは彼のブランドを唯一無二のものにしましたね。彼の歩みを知ることは現代卓球の進化の歴史を学ぶことそのものだよ。昨日までの自分を否定し、今日の環境に合わせ続ける、その25年間の結実がこのレポートなんだ。これから始まる各章の議論では、その真実をさらに詳しく掘り下げていきます。さあ、サマリーを終えて、次はボルの伝説が馬声を上げたあの地下室の物語、第1章に入っていこう。ボルの伝説は、ドイツヘッセン州のエルバッカにある地下室から始まった。4歳の少年の手にラケットが握られた瞬間から、歴史は動き出したんだね。はい。最初はお父さんのボルフガングさんが地下室に卓球台を設置したことがきっかけでした。初期はご家族の指導の下で楽しんでいたわけですが、この独自分析レポートによれば、その頃からボルの集中力は群を抜いていたそうです。そして本当の運命の出会いが8歳の時に訪れる。ヘッセン州のコーチだったヘルムート・ハンプル氏が地元のクラブで打っていたボルの才能を見出したんだ。これがドイツ卓球界にとって最大の幸運だったと言われているね。ハンプル氏は当時のボルの学習能力の速さに衝撃を受けたと言っています。他の子供が100回説明されてようやく理解することを、ボルはわずか20回で完璧にこなしたという回想は、単なる運動神経を超えた知性の証明ですよね。ハンプル氏はボルのサウスポーとしてのポテンシャルを引き出すために型にはめる教育を避けた。ボルの感覚を尊重しながら、それを一つずつ理論化していったんだ。先生が一方的に教えるのではなく、ボルの身体感覚に論理的な裏付けを授けていったわけですね。才能を潰さない指導、そしてそれを倍速で吸収する振動。次はその才能を育てるために行われたプロチームを巻き込んだ前代未聞のプロジェクトについて見ていこう。ボル選手が14歳の時のエピソードは
今のスポーツ界でも類を見ないほど衝撃的です。オンライン百科事典のウィキペディアなどにも詳しく記載されていますが、彼がプロチームに加入した際の話です。14歳といえばまだ中学生。ボルの生活環境を一切壊さないために、所属するプロチームの全選手とコーチ陣が、ボルの自宅の近くに拠点を丸ごと移転させたんだ。ボルを中心とした環境構築を組織として行ったんだよ。170キロも離れた場所からチーム全体が引っ越してくるなんて、それほどまでにボルの才能は、ドイツの未来として守るべき絶対的な価値があると確信されていたんですね。この柔軟で献身的なサポートがなければ、今の彼はなかったかもしれません。このプロジェクトによって、ボルは10代特有のストレスなく、プロ意識を健やかに育てることができた。まさにエリート教育の理想形といえる環境だったね。この独自分析レポートでも強調されていますが、ハンプー氏はこの時期に、ボルの脳に正しいインパクトを刻み込み、無駄を排除する教育を徹底しました。これが後の圧展技術の重要な土台になります。素晴らしい環境が知性派ボルの骨格を作ったんだ。自分の才能を正しく管理し、磨き上げる方法を学んだことが、後の陳国生との戦いで最大の武器になるんだね。環境の次は、ボルの身体的特徴である左利きという特性について統計データをもとに議論していきましょう。なぜサウスポーが卓球界でこれほどまでに強いのか、その統計的真実に迫るよ。第2章では、ボル選手が左利きであることを、いかにして単なる特徴から相手を支配する戦略的な核へと昇華させたか、その冷徹なまでの分析が示されています。本当にその通りだ。エキスパートテーブルテニスの統計データや各種競技データによると、一般人口における左利きの割合は約 7% から 10% 程度だよね。ところが男子の世界ランキング上位20名に限ってみれば、なんと約 40% を左利きが占めているんだ。この圧倒的な過剰代表は、卓球がいかにサウスポーに有利な物理構造を持っているかを示しています。この 10% と 40% の差こそが、卓球における最大の真実の一つだとレポートは指摘しています。その有利さの正体は、レッティットなどの卓球コミュニティでも議論されている非対称な有利だ。一般的な右利き選手は、練習相手の9割が右利きであるため、右利き同士の多球軌道に脳が深く順応し、無意識レベルで予測してしまっているんだよね。ところが、ボルのようなサウスポーと対峙した瞬間、右利き選手は全ての判断を鏡合わせに行う必要があり、そこでコンマ数秒の遅れが生じるんですね。そのわずかな遅れがトップレベルの卓球では致命的な差になる。ボルはこの慣れの格差をさらに理論的に突き詰めたんだ。知性のボルは自分の身体的特徴すらも冷徹に分析し、戦術に組み込んでいるわけですね。次は具体的なコース取りにおけるサウスポーの物理的な有利さについて深掘りしていこう。ケンジテーブルテニスの分析でも指摘されているように、左利き特有の角度、特にフォアハンドクロスが右利きのバックハンド側の深い位置に突き刺さるコース。これは右利きにとって最も返球しづらい死角なんだ。さらに、ボルの放つトップスピンには、外側に逃げていくサイドスピンが混ざっています。右利きの選手から見ると、球が遠ざかるような錯覚に陥るんですよね。これを物理的に対応するのは至難の業です。そしてテーブルテニスコーチ .MeUK が解説するスクイーズ戦術だね。相手の肘付近、いわゆるクロスオーバーポイントを攻める際、左利きの角度は右利き選手が慣れている位置と微妙にズレが生じるんだ。このズレを徹底的につくことで、相手の強打を封じ込め、自分の手のひらの上で転がすように試合を進めていく。これがボルの戦術の核心です。右利きの選手が打ちたいと思う瞬間に、絶妙に打ちにくい場所へ球を送る知性ですね。ダブルスにおける圧倒的なアドバンテージも見逃せない。右利きのパートナーと組むとき、左利きのボルダリれば、常に得意のフォアハンドで台の全域をカバーできるんだ。ドイツペアがなぜあんなに強いのか、その理論的な裏付けがここにあるわけですね。ボルの立ち位置一つでペア全体の守備範囲が劇的に広がるんです。こうした統計的、幾何学的な優位性をボルは緻密な計算に基づいた勝ち筋として構築していった。まさに知性の勝利ですね。さてこの戦略が結実し、世界を震撼させたのが伝説の黄金期です。卓球史に永遠に刻まれる2005年リュージュの奇跡を振り返ろう。第3章は、ボルのキャリアにおいて最も輝かしい瞬間、2005年のリエージュ大会についてだ。当時の中国ナショナルチーム、通称万里の長城をボルはたった一人で崩させたんだ。本当に伝説ですよね。
レッティットなどの海外掲示板でもこの大会のボルのパフォーマンスは卓球史における最高の個人記録の一つに数えられています。オーレキキン、マリン、オーハオの3人をボルはたった一人で撃破して優勝したんですから、当時の中国ナショナルチームはボルの出現をボルショックと呼び、以後ボルの研究を最優先事項にしたと言われているよ。独自分析レポートにあるオーハオ戦の戦術分析は今見ても鳥肌が立つ。ボルは第1ゲームいきなりサウスポー特有の鋭い角度を生かした攻めで7対0とリードし11対3で先取。オーハオの代名詞である裏面打法を封じるために徹底的にボディ、つまりミドルをつくことで相手のリーチを殺したんです。まさに知性がパワーを封じ込めた試合だったね。リエージュの観客全員がボルの味方になったあの雰囲気は、卓球が文化としてドイツに根付いていることを象徴していたよ。中国という巨大なパワーに対し、一人のヨーロッパ選手が知性と勇気で勝利したことへの最大級の称賛だったんですね。そしてボルの凄さは、その強さが一過性のものでなかったことです。多くの選手が数年でピークを終える中、彼は何度も死から蘇るフェニックスのようなキャリアを築いていく。次は37歳での驚異的な世界ランク1位への復活劇についてです。ボル選手は2003年に初めて世界ランク1位になりましたが、驚異的なのはその15年後です。オリンピック公式サイトの情報によれば、2018年37歳にして再び世界ランク1位に返り咲いたんです。卓球界における最年長1位記録だよね。10代や20代の若手が猛スピードで台頭し、パワーがより重視されるようになった現代卓球において、37歳での1位獲得は奇跡なんだよ。タマスのバターフライが公開している記事でも、彼がいかにして肉体の衰えを熟練の技術と徹底した自己管理で克服してきたかが語られています。怪我に苦しみながらも自分のプレーを環境に合わせて作り直してきた執念ですよね。オリンピックにはなんと7大会連続出場。団体戦では銀メダル2回、銅メダル2回を獲得。中国勢が世界で唯一本気でイフした存在であり続けた理由は、この圧倒的な継続性にこそあるんだ。世界中のプレイヤーが彼の息の長さを究極の知性の勝利と呼びました。昨日までの自分を否定して常に世界のトップにとどまる。この自己変革の精神は全てのビジネスパーソンにとっても学びがありますね。でもその奇跡の裏にはカタログスペックには決して載らない独自の技術体系があったんだ。ボルの技術は年を追うごとに無駄が削ぎ落とされ、より洗練されていった。いよいよ第4章、レポートの核心部分ですね。ハンプルがボルに授けた最大の秘伝、人差し指が司る圧転技術の深淵に迫っていきましょう。ボルの打球の見え方を180度変えてしまうあの魔法の指使いについての解説だよ。第4章では、多くの人がセンスの塊と片付けてしまいがちな部分の裏にある再現性の高い技術体系、ハンプル氏と作り上げたドルッククントテクニック、圧転技術を徹底解説します。ここが最も真実に近い、そして最もエキサイティングな部分だよね。一般的な指導教本では、ラケットのグリップは常に一定に保ち、余計な動きをさせるなとされるけど、レポートによれば、ボルの真実はその真逆なんだよ。彼は打球の瞬間に人差し指の位置をミリ単位で動かし、ラケット面に関わる圧力を変えているんです。この微細な圧力コントロールがあの変幻自在な回転やカウンターを生み出しているんですね。普通はラケットの性能に頼るところを、ボルは自分の指の圧力でボールの反発や回転を能動的に支配している。この発想自体が現代卓球の常識を根底から覆るものなんだ。これがあるからこそ、相手の強烈なドライブを吸収するように受け流したり、逆に自分の回転で上書きして返球するスピンブロックが可能になるんです。道具を指で操作している感覚ですね。指先からのフィードバックを神経系に直結させる。まさにラケットを自分の身体の一部にしているような感覚だ。これこそが卓球の魔術師の正体なんだね。まさに職人芸、あるいは精密機械のようなアプローチです。では、具体的にどの指がその魔法を司っているのか、ハンプル氏が名付けた人差し指の別名について深掘りしよう。ボルの技術の革新は、実はこの人差し指一本にあるんだ。ハンプル氏はこれをゲフュールスフィンガー、つまり感覚の指と呼んでいるんだよ。卓球レポートの技術解説によれば、ボルはサービス時、下回転をかける際は、人差し指を中央付近まで押し上げ、横回転をかける際は、指を側面にスライドさせて面の自由度を高めているんです。レシーブの時もすごいよね。ボルの人差し指は、バック面のラバーの中央付近まで深く入り込んでいることがある。
これによってボールがラケットに当たった瞬間の微細な振動を指で直接感じ取り、角度を瞬時に補正しているんだ。ベテランプレイヤーが手首を柔らかく使えと教えるのに対し、ボルは指による直接的なコントロールを重視しています。テーブルテニスコーチ .me.uk の解説でも、この繊細なタッチがボルの精度の高さを支えていると指摘されています。指先の圧力の変化で相手の回転を無力化し、逆に自分の回転に上書きしてしまう。メーカーの反則資料には絶対に出てこないボルの本当の強さの源泉だね。グリップを固めるのではなく、指を遊べせることの重要性。これは多くのプレイヤーにとって革命的な情報です。指の感覚を極めることがどれほどの武器になるかを彼は25年かけて証明した。この指の魔法を支えるためには、指だけではなく独特な白田の使い方も必要になります。次はボルのフォアハンドのバイオメカニクスを解剖していきましょう。ボルのフォアハンドは中国選手のそれとは明らかに異なっているよね。バタフライタイランドの技術分析によれば、中国選手が大きな回転をパワーの源泉にするのに対し、ボルは爆発的な前腕の加速と手首の巻き込みを重視しているんだ。はい、スイングの軌道も非常に特徴的で、学習支援サイトのキドゥルなどでの解説にもある通り、スイングの終点が頭上ではなく、首の高さで体の前を横切るフラットな軌道です。これにより、強烈なトップスピンがかかり、ボルの代名詞である落ちる球になるんです。この沈む球こそが相手のタイミングを狂わせる最大の罠なんだ。さらに重要なのが目線の高さ、いわゆるアイレベルの保持だね。ボルは膝を深く曲げ、可能な限りボールと同じ高さに目線を置いています。これによってボールの回転量や長さを正確に見積もることができ、最小限のスイングで最大限のインパクトを生み出しているんです。高い位置から叩くのではなく、ボールと対話するための目線の低さだね。コンパクトなスイングで正確にミートする、無駄を削ぎ落とした効率的なフォームなんだ。ボルのフォームは加齢による体力の低下を補い、神経系の感度を最大化するための究極の最適化の結果とも言えるね。身体の使い方の次は、さらに衝撃的な練習の質についての哲学を見ていきましょう。多くのプレイヤーが耳を痛めるかもしれない残酷なまでの真実が語られますよ。ボルの練習哲学で最も衝撃的なのが、長時間練習することの無意味さだね。ハンプル氏とボルはこれを徹底的に排除したんだ。衝撃的ですよね。この独自分析レポートによれば、疲れた状態で漫然と練習を続けることは、単に悪い癖を脳と身体に刻み込む作業に過ぎないと断じています。1000回間違ったインパクトをするくらいなら、1回の正しいインパクトでやめるべきだという考え方です。集中力が切れた瞬間に、たとえ5分で終わっても練習は終わりだ。これが彼らの絶対的なルールなんだよ。ボルの練習時間はトップ選手の中では驚くほど短い方だと言われているけど、その一打一打の密度の高さは他の追随を許さないんだ。練習量こそ正義、根性こそ正義と考える旧来の世代への知性派からの回答ですね。ボルが40代までトップレベルを維持できた真の理由は、不必要な打球を一切排除し、常に正しいインパクトだけを神経系にフィードバックし続けたからなんです。無駄に身体を酷使しないことが結果として選手寿命を劇的に伸ばしたわけだ。正しい動作を正しく反復する。言葉にするのは簡単だけど、それを四半世紀続けた彼の凄みが伝わってくるよ。才能を浪費せず、賢く投資し続けたんですね。まさにプロの中のプロです。さて、次は彼が窮地に立たされた時に見せるあの魔法について、より詳細なエピソードを交えてお話ししよう。出ました。ボルの代名詞。第5章、ハンドスイッチのマジックと驚異的な空間把握能力についてです。第5章では、ティモ・ボルの代名詞といえば誰もが思い浮かべる、左手から右手へ瞬時にラケットを持ち替えて打つ、ハンドスイッチの脅威について深掘りします。あのスピードの中でやるのは、常識では不可能に近いことなんですよね。普通はミスを誘う自殺行為でしかないよ。でも、テーブルテニスデイリーのフォーラムを見ればわかる通り、ITTF の公式トップ10ハンドスイッチ動画の常連は常にティモ・ボルなんだ。彼にとってこれは単なるパフォーマンスではなく、一歩も引けない窮地で放たれる実戦レベルの最終兵器なんだ。2019年のカターレオーペン対バリュー戦は今でも卓球ファンの語り草です。最強の王者であるバリューに完全にフォアを抜かれた瞬間、ボルは瞬時に右手へと持ち替え、クロスへのパスショットを叩き込みました。バリューですら一瞬何が起きたかわからず、驚きのあまり立ちついていましたからね。
あの試合での一打は、ボルの限界のなさを象徴していたよ。日本の水谷隼選手との対決でも披露していますし、相手の予測を根底から破壊する効果があるんです。右手で打つことで、返球の軌道自体が右利きのものに変わるから、相手は一瞬で脳のスイッチを切り替えなきゃいけない。まさに物理法則を超えたプレースタイルだね。でも、なぜ彼にはそんなことが可能なのでしょうか。単に器用なだけではない、もっと深い脳科学的な理由があるはずなんだ。次は、両利きの噂とボルの驚異的な座標感覚の秘密について、レポートが提示する考察に見ていきましょう。ボル選手は実は両利きなんじゃないかという噂があるけど、実際のところはどうなんだろう。シンプルイングリッシュウィキペディアの記述などを詳しく見てみると面白いことがわかるね。実際には4歳から左手一本でトレーニングを積んできたことは間違いなさそうですが、私生活では非常に器用らしく、その左手の圧倒的な座標感覚が右手へとスムーズに移し替えられていると考えられています。レポートでは神経系のミラーリングに近い現象だと分析されていますね。卓球台という3次元空間における自分の位置とラケットの位置を脳がミリ単位で完璧に把握している。だから慣れていない右手で持っても空間的な精度が落ちないんだね。まさに神経系の天才だよ。左利きとしての優位性を保ちつつ、その限界を超えた瞬間に右手にスイッチする柔軟性、常識に縛られない発想が彼を特別な存在にしています。物理的な限界を知性と身体のしなやかさで超えていく。ボルの卓球は常に解決不可能な問題を創造的な手法で解き続けてきた力士なんだね。そんな彼の魔法を実現するための道具にもカタログには載らない深いこだわり、あるいはプロだけの秘密があるみたいです。はい、第6章では用具選びの裏側、およびメーカーとプロの間に存在する埋められない溝についてお話しします。ボルのラケットの秘密、特徴仕様の真実について迫りますよ。第6章は卓球ファンが最も熱くなる用具の真実についてだ。ボルは30年以上にわたってバタフライ、タマスの象徴として活動しているけど、彼が実際に手にしている用具は僕たちがスポーツ店で買うものとは少し中身が違う可能性があるんだ。はい。用具レビューや専門コミュニティの分析によれば、ボルの代名詞であるティモボル ALC ですが、プロのコミュニティではトリーテッドトッププライ、つまり表面の木材に特殊な UV 処理やコーティングが施されているという説が非常に根強くあります。それによって市販品よりもわずかに硬く正確な打球感を実現しているという分析だね。このわずかな硬さの差がボルの繊細な圧転技術を支えているんだ。さらに興味深いのがハンドルのカスタマイズです。ボル自身の要望によって市販品よりもわずかに太く、そして角張った形状にカスタムされているそうです。これは前述の圧転技術で頻繁に行うグリップの微調整をより高い安定性で行うための工夫なんだね。自分の手に完璧にフィットし、指の動きを一切邪魔しない形状を追求した結果だ。道具を自分の指の感覚の延長にするためのミリ単位のこだわり。カタログの数値よりも自分の指先の食感を信じる。ボルの職人的な側面が反映されているね。用具は自分の技術を増幅させるためのインターフェースだという彼の哲学が伝わってくるね。次はラバー選びにおけるアマチュアへの強烈な警告についても触れていきましょう。ラバーについても、レポートはアマチュアプレイヤーへの強烈な警告を鳴らしているね。ミサキ、憧れだけでボルのセッティングを真似するのは危険なんだよね。そうなんです。現在ボル選手は両面にディグニクス 09C を貼っていますが、レポートはこれを真似するのは危険だという警告を鳴らしています。メーカーは粘着性があって弾む夢のラバーと宣伝しますが、09C は非常に重いラバーなんです。ボルのような重い球を出すには、凄じゅい着力と体幹によるインパクトが必要不可欠なんだよ。脚力が足りないと単に振り遅れるだけの重しになってしまう。ボルのようなコンパクトな振りで使いこなすには、超一流の身体能力が必要なんだね。一般の人が真似をすると、ラケットの重心が先端へ寄りすぎて、ボルの真骨頂であるコンパクトで鋭い振り抜きができなくなるリスクが高いんです。道具のスペックに振り回されるのではなく、自分の技術体系に道具を完璧に適合させている。まさにハンプレ氏の強力哲学に基づいた知性の選択だね。道具の真実が見えたところで、次はさらに次元の高いお話。かつての最強の敵であった中国全土が、なぜ彼をこれほどまでに愛するのか、その理由について迫ってみましょう。第7章、ボルの人格がもたらした最強のブランディングについて語り合おう。世界中を感動させた
あの瞬間の真実についてお話ししましょう。第7章では、ボルのキャリアにおいて最もユニークかつ感動的な側面、彼がいかにして中国から最も愛される外国人選手になったのかというお話です。中国語では、ポアル、ボーアルと呼ばれ、自国の英雄と同じレベルの敬意を払われているのですね。そうなんだ。中国のファンは敵対する選手に対して通常は非常に厳しいけれど、ボルだけは別格なんだよ。ウィキペディアの記述などにもその熱狂ぶりが記されているけど、敵対する選手がここまで愛されるのは歴史的にも極めて稀なケースだね。その人気の理由は単に強いからだけではありません。テーブルテニスデイリーの記事によれば、2025年にファンシントン選手がドイツに加入した際も、ボルは自ら彼をサポートし、生活に馴染めるよう手を差し伸べています。そうなんだ。敵味方を超えた深い友情がそこにあるんだね。彼にとって卓球はただの勝負ではなく、平和と友情を築くための共通言語なんだろうね。その温かい人格が卓球大国中国の人々を心を動かしたんだ。相手を尊重し、競技そのものを愛するその姿勢。誠実であることは短期的には勝利やメダルを失わせるかもしれませんが、長期的には世界中からの不滅の尊敬を彼にもたらしました。まさに人格こそがトップアスリートが世界で生き抜くための最強の戦略であることを彼は25年かけて証明したんだね。その決定的なきっかけとなったあの日、あの瞬間のフェアプレーの真実について次のパートで詳しくお話ししましょう。ボルが中国人の心を完全に掴んだ瞬間。それは2005年の世界選手権上海大会でのある一つの決断だった。インターナショナルフェアプレイアウォード、国際フェアプレー賞にも記録されている高潔な行為だね。4回戦の龍谷前戦、最終ゲームでボルが12対11とマッチポイントを握った場面で、相手の放った球がわずかにエッジに触れました。審判はこれを見逃し、ボルの勝利を宣告したんです。勝利はボルの手の中にあった。そのまま握手して終われば、彼は次のステージに進めたはずだった。でもボルは迷うことなく自ら審判に歩み寄って、今の球はエッジに当たっていた。私の勝ちではない、と自己申告したんだ。結果として判定は大栗り、ボルはこの歴史的な一戦を落とすことになりました。勝利という目先の果実よりも、スポーツマンとしての正しさを選んだんです。このいけささが中国全土を驚かせ、そして感動させました。このシーンが中国全土に生中継され、彼のフェアプレー精神は中国人の美徳感に深く刺さったんだ。マロン選手も、ボルの姿勢こそ我々が最も学ぶべきものだ、と最大級の賛辞を送っているよ。この誠実さが現在の多忙な第二の人生にも直結しているんですね。では最後、2026年に向けた彼の第二の人生と、彼が生かした真実についてまとめよう。感動のエンディング、そして未来への希望について語り合いましょう。いよいよ最後の第8章だ。2024年のパリオリンピックを最後に国際的な現役生活に終止符を打ったボルだけど、2026年に至る現在の彼は現役時代以上に多角的に活動しているね。はい。この独自分析レポートの現在の活動状況によれば、2025年6月にはドイツ卓球協会の公式アンバサダーに任命され、次世代の育成をリードしています。さらに、世界的サッカークラブ、ボルシア・ドルトムントのブランドアンバサダーにも就任しました。動画配信プラットフォーム、ダインでのライブ解説も大人気らしい。ボルの深い知性と戦術眼が評価されて、卓球がどれほど奥深い、高速で動くチェスのようなスポーツかが、彼の解説でより多くの人に伝わっているんだ。そして私生活では、家族と一緒にキャンピングカーで中国を横断するという素敵な夢を追いかけています。かつてライバルたちと激闘を繰り広げた広大な土地を、今度は家族とゆっくり旅する。これこそが、戦い抜いたボルの選んだ最高の第二の人生の幕開けだね。徹底した自己管理から解放され、家族との時間を大切にする姿は、すべてのアスリートにとって一つの理想形だと言える。オリンピック公式サイトで彼自身が語ったように、卓球台のグリップやボールの材質の変化に対し、彼はミリ単位の調整を25年間続けてきました。その肩の荷を下ろした今の彼の笑顔は、現役時代よりも輝いているかもしれませんね。さあ、いよいよ最後のパートだ。レポートが導き出した卓球の真実を最後にしっかりとまとめましょう。いよいよ結論だ。この長い20パートの対談を通じて見えてきたのは、卓球というスポーツが単なる筋力や反射神経の強さ以上に、知的な適応能力と精神的な誠実さによって支配されているという真実だね。はい。
オリンピック公式サイトの特集でボル選手自身が語ったように、昨日の自分を否定し、今日の環境に合わせ続けること、これこそが唯一の、そして普遍的な成功法則だと彼は教えてくれています。環境の変化を嘆くのではなく、自分がどう変わるか、その飽くなき探求心ですね。才能を正しいプロセスで管理し、誠実さを最強の戦略として貫き通した25年間。ティモ・ボルの物語は、これからも卓球界を照らし続ける北極星のような存在であり続けるだろうね。この独自分析レポートにある通り、彼の挑した知恵は、ラケットを置いた後も決して色あせることはないよ。誠実さは最強の戦略である。このメッセージは、卓球プレイヤーだけでなく、困難に立ち向かうすべての人に勇気を与えてくれます。ボルの軌跡に深く触れることができて、本当に良かったです。長い旅のようなこの解説シリーズ、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。ボルの挑した真実は、これからも私たちの心の中で、そして一打一打の中に生き続けます。最後に、この詳細なレポートを執筆してくれた作者に感謝を。ありがとうございました。ボルの旅はこれからも続いていきます。